こんにちは、隊長です。今日札幌では引っ越してきて以来、初めての雨が降りました。東京では雨が当たり前だったのに、いつの間にか雪が降るのが当たり前になっていることに驚きました。ふわふわの雪もなくなり、足場も悪く感じる場所が多くなりました。先日、ここ数年間密かにチャレンジをしたかった石鹸作りを行ったので、その様子を動画にしました。20代前半の頃、私が勤めていた乗馬クラブのお客様がよく手作り石鹸をくれました。その石鹸の洗い上がりのしっとり感と香り、すべてが私の理想でした。お客様にその石鹸の素晴らしさをお伝えしたところ、ご自宅に招待してくださり、石鹸作りを教えてくださったのです。それから随分と時は経ちまして、再び石鹸作りをしたい気持ちがむくむくと出てきました。そのお客様は前田京子さんという方の石鹸作りの本を参考にされていたのを思い出し、自分でも同じレシピ本を購入したものの、カセイソーダを揃えることがネックで、なかなかことを進められませんでした。昨年末の北海道への引っ越しを機に思い切って石鹸作りをしようと決めまして、それでいくつかの薬局屋さんへお問い合わせをして、ようやくカセイソーダを手に入れることができました。本当に腰の重い性格だなと思いました。石鹸作りの最中に当時働いていた乗馬クラブのさまざまなことを思い出しました。私が働いていたクラブは家族経営で、馬場馬術という競技を専門に行っていました。私が入った当初は、仕事が終わってからみんなでお夕飯を食べる決まりになっていました。そのお夕飯はオーナーである先生が作ってくださるのですが、大皿に業務スーパーで購入した揚げ物のみが山のように積まれて出てくるので、毎日死に物狂いで食べていました。残してはいけないというのが暗黙のルールでしたので、食べきれないフライをスタッフたちが押し付け合う過酷な戦いもありました。今私がフライドポテトが大好きなのは、この時に何か形成されたものがあるからなのかもしれません。ある時から先生が忙しくなったので、お夕飯作りを隊長が担当することになりました。しばらく夕飯作りをやっていたんですけれども、ある日なぜか豚を丸々1頭ほど仕入れるという謎のイベントが発生し、業務用の大きな冷凍庫に大量の豚が常にある状態になりました。豚が大量に入っている冷凍庫の鍵を先生のお母様が常に握っているという状態でして、お夕飯作りの際にいつもそのお母様にすいません、鍵を貸してくださいとお願いするんですけれども、なぜかいつもなんで鍵を貸さなきゃいけないんだって怒られるイベントも発生しました。まだ社会経験というのが本当にわずかなものしかできていない頃に
そのような経験ができたのは逆に良かったのかもしれないと今は思います。この他にもこの動画ではあまり言えないようなこともたくさん起こったのですが、こうして石鹸作りにも出会え、素敵なお客様にもたくさん出会えたのでよかったです。油とカセイソーダを混ぜて1日経ちますともったりとした感触になります。その後に好みの精油を入れていきます。今この動画ではボウルが2つあるんですけれども、1つはレシピ通りに作ったものと、もう1つは保湿に特化した感じでちょっと自分で配合を変えて作ってみました。この石鹸がオレンジ色なのはレッドパームオイルを入れているからです。レッドパームオイルには傷の修復作用や老化防止などの効果があります。それ以外でもこちらの石鹸に入っているオイルの効果が傷の修復作用や保湿の効果、紫外線から肌を守る効果などいろいろあるので、もしご興味ある方は調べてみてください。牛乳パックで作った型に入れてからさらに1日半ほど寝かせて、ある程度固まったところで切り分けていきます。ちょっと見ての通り本当にすごい性格が出るというか、ちゃんとまっすぐに切れない感じで見苦しいんですけれども、まあこんな感じです。ででん、できました。これから約1ヶ月ほど風通しのいいところで寝かせて完成です。完成したら自分で普通に使えますし、友人にも配ろうかなと考えてます。今日の動画はこのような感じになりました。土日は夫が出張から帰ってくるので動画の更新はしない気がします。ここまで見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いできますと幸いです。したっけねー。